こんにちは、iPresence です。今回は TEMI V3 のセミナーということで、動画で説明させていただきます。まず目的ですが、TEMI V3 の活用事例や機能詳細を知っていただきたいと思います。そして事業現場での利活用イメージを具体化していただきたい。そして、先進性の表現であったり、精進化 DX への一手、新規コミュニケーションツールの導入、新規事業開発の材料など、御社の事業に役立てていただきたいと思っております。そして、この動画、周りの方々へ共有していただき、組織ナレッジを育んでいただくということができればいいなと思って、作成しました。はい。で、今回の目次なんですけども、ちょっと長くなっておりますので、できれば全部見ていただきたいのですが、興味あるところから順番に見ていただいても良いかなと思います。まずは、弊社の紹介、そして、テミの概要紹介ですね。で、その後、事例、動画を通じて機能と事例を紹介させていただいて、その後、V3、これまで V1、V2 と出てきて V3 となっているので、V3 になって何が新しくできるようになったのかをご説明させていただいて、それの機能を使ってどのようなことができるようになっていっているかというのを見ていただくと。で、その後このテミというのはコントロールセンター管理サイトというものがありまして、そちらの方の紹介っていうものを説明させていただきます。で、その次に、テミ SDK、開発用ですね。テミをオリジナルの、プログラムで、独自開発というのができるんですけども、そちらのウェブサイトというのを紹介させていただきまして、テミプラットフォーム5、こちらの画像にあるこの、配送用のロボットと、その土台のプラットフォームのロボットっていう、これも同じシステムで管理できるものなんですけども、そちらの方を紹介簡単させていただきます。で、最後におまけなんですけども、弊社取り扱っている W3 という別のメーカーのロボットがあるんですけども、そちらの方も簡単に、動画で見ていただいて、終了とさせていただこうと思っております。それでは本編に入れればと思います。よろしくお願いいたします。我々 iPresence はコミュニケーションテクノロジーの会社ですが、2014年からテレプレゼンスアバターロボットを専門に扱っております。テレプレゼンスアバターロボットとは、ビデオチャットとリモートコントロール、遠隔操作とロボットボディを組み合わせたものになります。この中でも移動型のものであったり、机の上に置いてですね、ボディランゲージを転送できるようなものを取り扱っております。移動できたり、ボディランゲージができたりすることによって何が違うの、普通のタブレットと何が違うのというところになると、やっぱり見えて話す、取れて自由に移動できると、疑似対面、その人が目の前にいる感覚になるという新しいコミュニケーションスタイルが生まれるというふうに考えております。こういうのを使ってですね、コンセプトとして、テレポーテーションアザーサービス。我々こういったアバターロボットを遠隔から動かすことを、その人がまるでその場に瞬間移動したみたいだねっていうような考え方で、テレポートと呼んでいます。そういったテレポートできる先のロボットがですね、どんどんこれからロボットが普及するにつれて、ワンフロアに何十台、一つの建物に何百台というような風になってくる時代が来るのかなというふうに考えていまして、そういったものとデジタルツイン、バーチャル空間で、コミュニケーションを取るメタバースのようなものと、いかにシームレスにですね、一人の人がいろんな場所に関われる、いろんな人と場所に関われる、インフラを、作れるかというところの一部を担っていきたいというふうに考えております。今、どんどん普及が実際進んでいるんですけども、例えばですね、イベント、展示会、国際会議であったり、観光ショッピング、建築施設管理、教育、学校参加、医療、介護、テレワークオフィス、工場管理、ホーム見守りなどの場面でもう使われ始めています。我々の事業領域としては、こういったロボットのハードの、販売とレンタルというのをさせていただいたり、導入した後のサポートですね、運用サポートさせていただく、もしくは導入前、イベントで使いたいとかいうときにですね、一緒に企画を考えるということをしたり、講演活動をしたり、こういったものを新規事業に使いたいというときにコンサルティングのサポートさせていただいております。ロボットのハードの方も、自社で開発したオリジナルのテレピーというロボットが販売していたりとかですね、他にも一点物の、試作っていうのをさせていただくこともあります。で、ソフトウェア、アプリケーションの自社開発、住宅開発というのも受けております。はい。で、今回ご紹介させていただくテミーについてです。
テミの、機能概要をお伝えします。大きく分けて2つございます。1つはリモート操作でテレビ電話ロボット機能です。これはビデオチャットができて遠隔操作することができて、簡単に接続できて場所に参加できるというようなものです。もう一つがペッパーくんのようなですね、自動説明ロボ機能、読み上げであったりだとか、ディスプレイに動画を表示して、その人に説明案内をするというような使い方ですね。これはディスプレイモニターと動画再生機能、多言語発話、英語、中国語も対応可能です。BGM によるスピーカー、自立移動というものがありまして、で、これをしかも簡単にプログラムできるという特徴があります。このテミ、自分で場所をですね、勝手に自分で把握して移動するようなマッピング機能っていうのがあったりとかですね、先ほどの、簡単なプログラムができるというのは、この神経数と呼ばれるような機能になっております。で、ディスプレイの上にですね、ここのどこどこに行くとか、どの説明を始めるとかいうボタンをタッチすると、移動を開始して、説明を開始して、再び移動してっていうようなことを簡単にプログラムすることができます。で、管理センターというものがありまして、これテミセンターというもので、後ほど説明しますけど、こちらの方で簡単に管理することができると。で、ビデオチャットも、これも180度広角カメラ増設時の画面ですけども、こういうふうに見えて、オフィスの中歩き回るように、こういうふうに顔が見えてですね、移動できるというようなものになっております。で、今回紹介するのはテミ V3 がメインなんですけども、このテミ Go とテミプラットフォームと呼ばれるようないろんなモデルのものがあります。それでは、動画の方で、紹介していきたいと思います。まずはメーカーから出ているプロモーションムービーの方を見ていただきます。自動運転について紹介してますね。で、障害物センサーがついていますので、こういった実際にですね、こういった障害物を自動で避けて移動してくれるというのもあります。で、新たな障害物が出た時も、それを検知して迂回するルートを自分で考えて移動して回ることができます。で、カメラとディスプレイがついています。で、遠隔操作、モバイル、パソコンからとこういったスマホから遠隔操作することができます。で、サウンド、これ結構特徴的なんですけど、20ワットの大きな音が出るようになっています。で、これヘイテミーって呼びかけたりとか、すると、こっちの方に反応してアクションを取るということも、できる機能がついています。ありがとうございます。はい。続いてですね、コンセプチュアルな動画なんですけど、テレプレゼンス機能について、わかりやすい動画が流れますので見てください。これはですね、結構忙しく働いている女性の方で、子供たちとですね、離れて暮らしているんでしょうね。お家に置いてあるテミの方にこうテレポートして、子供たちに話しかけると。Good morning. Time to wake up. 視点移動機能を使って違う部屋で過ごしているお子さんにも話をかけて、目の前の人を追いかける追従機能っていうのがあるので、追いかけてですね、その様子を見るというような場面になっています。で、オフィスの方にセミナーにアクセスして、コミュニケーションを取ったり、実際にこうお家にあるテミーと、オフィスにあるテミーをテレポートしながら、こうやっていろんな人と場所に関わっているというようなことですね。はい。で、続いてこのテレプレゼンス機能を利用して、どういうことができるのかという我々の事例になるんですけども、国際会議でですね、こういったテミーと、ダブルというロボットに入って、パネルディスカッションというのに、参加、海外からゲストスピーカーが来れない時に参加していただくというような使い方をしていただきました。で、このパネルディスカッションが終わった後にですね、このオフライン参加者が30名ぐらいいたんですけど、それに対して5、6台のテミーがですね、
こうやって会場に実際に参加すると。で、目の前の人についていって、で、こう、本当にそこにいるかのような感じでコミュニケーション、会話をするというようなことをしていただきました。なかなか近未来的な光景で、この時は私もすごく、すごい未来だなと思いながらやってたんですけども、はい。で、こうやって記念撮影をしたりとかですね、楽しんでいただきましたという回になります。で、続いて自動説明ロボット機能の、事例なんですけども、大阪の堺の方の全製薬品工業様の方で実際に導入いただいて使っていただいているのを動画事例にさせていただきました。英語とですね、日本語の、初心者向けと業界の人向けの、ツアー、説明ツアーっていうのをあらかじめ用意しておいてですね、それをスタートの時に選んでいただくと、こうやって自動で、移動して読み上げ説明、展示物というか、奥に工場の製造ラインがあるんですけども、その製造ラインの説明をこのテミがしていってくれると。で、ディスプレイの方にですね、動画の方で補足説明をしたりとかっていうのがいただけていると。これは結構好評でですね、すごく人員のスタッフさんのやっぱり調整っていうのが今まで結構大変だったんだけど、テミが英語を喋れることによって、その調整っていうのが少なくなったし、人を実際に人がこう現場に入る時間も少なくなったので、すごく助かっているというふうに言っていただいて、我々も嬉しかった事例になります。で、あとはこういった自動説明の展示会での利用ですね。奥村組様の方になるんですけども、北海道の札幌の方であった展示会の方でですね、このテミを呼び込みロボットとして使っていただいたり、説明ロボットとして使っていただきました。で、ディスプレイのところにロゴを出してですね、奥村組さんの取り組みだっていうことが分かるようにしてですね、こうやってブースの周りを延々と動き回ることによって、なんだあれとこう、目につくことによって一瞬、ブースが目に入って、そこで、立ち止まっていただいたところを話しかけると、今までキャッチできてなかった、来場者っていうのと会話ができているんじゃないかっていうふうに、喜んでいただけました。で、ここでも説明内容に応じてですね、ボタン、この説明をしてっていうボタンを用意しておいて、それを押すと、その展示ポスターの前まで行って、それの詳細の説明をしてくれるというふうな使い方ですね。こういうふうにディスプレイにテキストを出すっていうものと、顔を出したまま喋るっていうのと、あと、別途用意して、動画で説明するっていうふうな選択肢があるというような状態になっております。はい。ここからはテミ V3 のスペックというところを簡単に紹介させていただこうと思います。そのスペックを持ってどういうことができるのかという事例の動画も合わせて見ていただければと思います。で、テミですけども、発売3、4年前にしておりまして、最初当初、バージョン1、V1 で V2 に進化して、で、1年ぐらい前からですね、この V3 というモデルが発売されています。で、それぞれ仕様変わらないところもあるんですけども、進化したところっていうのもありまして、それを簡単にざっとお伝えできればと思います。で、サイズは変わりありません。35センチ ×45 センチ ×100 センチ。で、重さは12キログラム。普通に男性でも女性でもトレイの部分をぐっと持ち上げれば持ち上がるので、たまにそれを持って階段で持って上がるみたいなこともあったりします。はい。で、郵送の時とかはですね、箱40センチ ×40 センチ ×100 センチの専用の段ボール箱がありますので、それを通常のヤマト運輸さんとか佐川急便さんの、宅配で、通常に届くというふうになっております。郵送料片道3、4000円ぐらいですね。はい。で、ディスプレイの大きさが、大きくなりました。10.1インチから13.31、3インチの方になりまして、解像度は、変わらず 1920×1080 になっております。で、CPU、これ比較されてもわからないと思うんですけども、単純に考えて、3、4倍ほど処理性能が上がりました。
これによって我々非常に助かっております。スイスイ動きますし、プログラムがエラーを起こすことは、だいぶなくなったというような状態になっております。はい。で、それが Android 6っていうものが、バックグラウンドの OS で Android が使われてるんですけども、それが Android 11というものになったことによっても処理が上がっています。はい。で、Wi-Fi と無線通信ですね。あと、Bluetooth というものがあります。この Wi-Fi に関しては、SIM というものを入れれるようになりました。現在はドコモさんの SIM のみ対応なんですけども、裏側に、ヘッドのところに SIM スロットがありまして、それを、SIM を入れると、LTE、4G、5G 通信ができるようになりました。これ非常に便利で、施設の Wi-Fi によらずに、どこでも使えるようになっております。で、Bluetooth っていうものが使えるようになっておりますので、ワイヤレスのマイクであったりだとか、そこら辺が便利に使えるようになっているのと、あと、ポートで Type-C と Type-A がございまして、そこに USB カメラとかをですね、つけたりだとか、いろいろなデバイスによる拡張っていうのができるようなことが確認できております。で、ライダーと呼ばれるその地図ですね。自分の位置と障害物がどこにあるかっていうのを検出するものが、当初は検出範囲10メートルだったものが、今では40メートルで誤差もだいぶ下がっているというようなことになっております。それによってだいぶスムーズな移動が可能になっています。はい。大きな違いはこういったところです。はい。あと、一応、電源を取れるようなところもありますので、こういった電気工事に詳しい方でしたら、そういった外付けの、バッテリーとしても使えるようになっております。はい。で、実際、どういうふうに使っていただけるかというところの、事例なんですけども、早稲田大学で行われた国際学会ですね。そこで、こういった自動説明ロボットと、遠隔来場という形で使っていただきました。こういうふうにですね、ポスター展示があるんですけども、発表ですね。海外の来られた、研究者のたちの発表を、発表時間以外にこのままポスターが掲示されてるんですけども、その時間でも、こういうふうに録画したものでですね、こういうふうに代わりに発表してくれると。こういった実際に聞いてくださってる方の様子のような形で、この人はそのタイミングでそこにはいないんですけども、動画で説明している動画がこのテミで流れていることによって、その人が時間を超えてですね、その場所で説明してくださったかのような体験が得られるという試みでした。はい。で、実際にポスターセッションの時間帯にですね、遠隔来場テレポートして、テミにテレポートしていただいて、このポスター発表を聞いていただくということもありました。で、この時はですね、Zoom と連携したビデオチャットシステムというものを利用しまして、これに複数に海外のオンライン参加者が入っていただいて、この弊社のアテンドスタッフがこの会場内を追従機能で連れて歩いてですね、興味のある発表があった時に、話しかけて、実際に発表を聞いていただくということをしました。で、右側にこれが出ているのがコントロールパネルですね。これで遠隔操作も可能というふうになっております。で、周りが騒がしかったらですね、声が聞き取りづらかったりするんですけども、さっきお伝えした Bluetooth の機能を使ってですね、ここの、スピーカーマイクから声がインアウトできるようにしてですね、スムーズなコミュニケーションというのをできるようにしております。はい。で、次の事例がですね、これも遠隔来場なんですけども、展示会で行われた事例になります。で、これ、ローカル 5G と呼ばれる、その閉じたネットワークを使って、施設の中の高速通信、っていうものが、高速通信ができるっていうものの実証実験も兼ねて行われたものになります。で、ここの上にですね、180度広角カメラと、そのローカル 5G の、モバイルルータ
をつけてですね、で、ドングル形式で、USB-C の方に差し込んでですね、通信をしているというような状態になるんですけども、こういったものと、さらにちょっと、表示出てるんですけども、3D デジタルツインの画面、両方が見れるよっていう状態で遠隔操作していただいたりとかですね。これはちょっとテミの機能ではないんですけども、弊社のウェブページを独自に作ってですね、ロボットのバッテリーパーセントを表示したりだとか、いうことも取り組みさせていただきました。これ実際にブースに立ち寄ってですね、説明を聞いていただくというような様子になっております。こういうふうにですね、テミ同士で会話するっていうようなことも実際に起こってですね、なかなか面白い光景でした。私も大分県の別府市から参加させていただいてます。はい。ですね。で、今見ていただいたように、これが弊社のオフィスの中で動いている様子ですけど、こういうふうに遠隔操作して移動ができるっていうのと、あと画面共有も使えますので、普通に綺麗にこういうふうにですね、資料を投影して、ちょっとちっちゃい字が潰れるかなっていうぐらいかな。説明できると。うん。そうで、あと手にです。で、遠隔操作なんですけど、これが通常の、操作画面サイズなんですけども、これに外付けの、ウェブカメラ、180度の広角のカメラを取り付けるとですね、こういうふうに視野角が広がった状態で、遠隔操作ができますと。で、こう移動していってですね、加賀さん、私は話しかけてですね。何度もすいません。さっきちょっと音がうまく取れてなかったんで、今取り直してます。はい。そうなんですね。ありがとうございます。じゃあちょっと追従機能もう一回試してもらっていいですか。はい。あとテレロボの良さを語りながら歩いていただければ。テミはこういうふうに追従もできるし、自分で動かすこともできるので、ただビデオ通話するだけじゃなくて、相手側に自分がここにいますよという存在感を示すことができる、そんなロボットだと思います。ありがとうございます。バッチリです。というような体験になっております。はい。で、このテミ V3 にやってから、ミーティングの予約であったりだとか、複数人が参加できるというような仕様に、アップデートされています。で、これがセッティングの画面、日本語バージョンもあるのでご安心ください。で、スケジューリングをするとですね、ゲストミーティング、自分が管理者じゃなくても、他の外部の人たちに入ってきてほしいときに、この Zoom 会議とか Teams の会議とか、Google Meet と同じようにですね、この会議リンクを発行することができます。で、発行してお送りするだけで、使えるようになると。アクセスして、で、複数人の参加を求めるときはですね、ここにゲストの参加っていうのをですね、呼ぶことができますし、リンクを送っても、参加していただくことができます。で、これでもう一人参加した状態ですね。このように、参加することができると。で、あとですね、このテミセンターについての説明なんですけれども、テミコントロールセンターの紹介を簡単にさせていただきたいと思います。1年ぐらい前にですね、作った動画がありますので、ちょっとそちらの方を今から見ていただければと思います。こんにちは、マイプレゼンスです。今回はテミセンター、テミコントロールセンターの紹介を簡単にさせていただきたいと思います。こちらのセンター .robotemi.com という URL をからアクセスするとですね、こういったコントロールセンターに行けるんですけど、ここでログインをしていきます。これによってテミが
遠隔から、テミに対して設定をしたりとか動かしたりできるサービスになっています。この QR コードを表示しているのを自分のスマートフォンに落としているテミのアプリで読み込むと、このように自分が管理しているテミというのが表示されます。で、この電源が入っているか、で、これがつなげれる状態になっているかっていうようなのを選べるようになっています。で、設定の方、今回、簡単に説明させていただきたいと思うんですけども、ホーム画面ですね、テミの最初の画面の方、これをカスタム変更することができるようになっております。もともとの規定の何も、シンプルなホーム画面であったりとか、このカスタム画面ですね、ここから選択できるんですけども、で、このようにですね、ボタンの、設置であったりだとか、ちょっとおしゃれなフルスクリーンにしたりだとか、そういったものを選ぶことができます。で、このようにですね、今はこの iPresence のロゴをアップロードしてですね、ここに表示されるようにプレビューされるとか、そういうふうなこともできるようになっております。で、機能ボタン追加というもので、ここにボタンを押したときに、シーケンスと呼ばれるですね、この後説明させてもらう、そのテミにプログラム、ノーコードでプログラムできるというものなんですけど、それを動かすであったりとか、テミのアプリケーションを動かすとか、URL 表示するとか、ツアーを開始するっていうのが選べるようになっております。で、こちらのホーム画面のカスタマイズっていうものがある。で、これ設定ですね。こういったテミの基本的な設定っていうものをすることができます。パスワードだったり、マップの編集権限、呼び出し用権限とか、そういった、バッテリーのパーセントですね。で、バッテリー残量が少なくなるとホームベースに戻って、そのバッテリー残量がどれぐらいでになったら戻るかっていうのとかを設定したりとかできます。このようにいろいろと設定項目があります。着信を誰から許可するかとかですね。あとはですね、モードというのがありまして、カメラとマイクをミュートとか、これ声かけ機能ですね。ここら辺を使うことがあるのかなと思うんですけど、この声かけ機能というのはですね、人が近くに、この 0.5 メートルから2メートルの距離に近づいたら、テミが、その人が近づいたことに気づいてですね、何か行動を起こしてくれるというふうなものになります。これ人に近寄ってくれるとかですね、そういうことを指定したプログラムを動かしてくれるなどを設定することができます。このテミを操作できる人が、最初はその登録者だけなんですけども、ここに他に操作メンバーっていうものを、足すことができます。ここで私であったり、その管理者であったり、コラボレーターっていうものを増やしたりすることができますね。なので、社外の人とかとも、同じテミを共有することができるという形になっています。で、この Q&A というのが、テミに対して質問したときにですね、元気ですかとかですね、元気ですかというふうに質問を追加したときに、これを回答を追加する。この質問が来たときにどのような挙動をするのかというのをですね、テミに対して設定することができます。スピーチで元気ですかと聞かれたら、元気ですとテミが答えるようにっていうふうなのができます。そうすると Q&A が保存されます。で、これでテミに対してトレーニングステタスっていうのがありまして、これがトレーニング中からトレーニング済みというふうになって、それでテミにこの質問が登録されたというふうになっていきます。で、他にですね、さっきちょっと出てきました、このシーケンスっていう機能ですね、どういうものかというのを簡単に見ていただければと思うんですけども、これノーコードでそのプログラミングの知識がなくても、テミに動作を入力して、思ったように
動かせるというのはですね、どういったことを足していけるかというと、登録地点に移動ですね、テミにあらかじめ指定した場所にここに行きなさいっていうのをですね、移動させて、このテミにこの場所に行きなさいというのを決めれます。で、こういうふうに登録したら、ここにタスクとしてここに一つ出されます。で、このポジションとかはですね、この向きを90度、その場で、右回りなのか左回りなのかとか、その顔の角度ですね、上を向いているのか下を向いているのかとかを決めたりできます。ここはアクション開始の遅延を選択っていうのは、これが始まるまで何秒間間があるかですね。移動してすぐに0秒でこの動作が起こってもいいんですけど、ちょっと間があった方が案内がやりやすいよねとか、そういう時に使っていきます。で、これ話すっていうのがテミが声を出して話してくれます。こんにちはっていうふうに打ち込むと、そこのところでこんにちはと出てくれると。で、これ表示の時にですね、こんにちはって言ってる時にこんにちはという文字を出してくれるようにしたりとかですね。で、こういうふうにいろいろあってですね、画像を表示したり、動画を表示したりであったりだとか、音声を流したりだとか、あとこの通話開始っていうのが、ぜひ使っていただきたくて、これは通話する連絡先っていうのをこう選べることができますね。で、なので、このシーケンスを動かしている間に、どこかのタイミングで誰かにテミの操作してくださいっていう通知がいくというふうなのを入れることができます。で、これは直感的に動かせるんですけども、こういうふうにこうやって順番をこうやってクリック&ドラッグで動かせるんですね。なのでこれ編集も簡単になっております。で、次マップエディターなんですけども、これがですね、上から俯瞰しテミはマップを作るという特殊な機能があってですね、こういうふうに通路を一回動かしたらですね、こういうふうにマップ地図データにしてくれます。で、ここの上を、いろいろ歩き回ることができると。このマップ上からポチッとここを押すと、そこに勝手に移動してくれるという特殊機能がついています。で、ここに対してここ通ってほしくないよっていうところを止めるのがこの仮想ウォールっていうものになってます。こうやって設定すると、もしテミがここからこっち側に移動しようとするとですね、この仮想ウォールによって、なんかここより動けない、いけないっていう風になってくれます。で、他にもこの登録地点ですね、もうすでに登録してある地点に追加して地点とかで、ここに到着したときに、上を向くのか、下を向くのか、右を向くのかとかですね、そういった止まった時の方向であったりだとか、止まった時の顔の角度っていうのを設定することができます。これは経路の追加ですね。これはここを通るときはできるだけこういうふうに進んでほしいっていうのを指定することができます。正確に走ってくれるときと、ちょっとまだ正確に走ってくれないっていう時もあったりするので、ちょっと確認しながら進めていただけるといいかなと思います。で、あと最後にですね、このツアーというのがありまして、これはテミにさっきのシークエンスに近いんですけども、もうちょっとそのいくつかのシーケンスを組み合わせれますという機能になります。これ日本語でですね、スタート地点を決めて、セットアップを開始できるんですけども、このスタート地点から先ほどのシーケンス、これ新しいシーケンス、シーケンスっていうのはいくつも作っていけてですね、それぞれの場所で使いたいシーケンスをこうやって選んでいけばいいんですけども、新しいシーケンスをで、あとはさっき作った Q&A ですね、これテストをこうやって聞かれたときに答えるとか、このツアーの概要、ツアー開始前の説明をさっきシーケンスで設定して入れるとか、で、出発点
はどこにするのかですね。開始点、最寄りの地点。で、自動で次の地点移動する時間で、こうですね、1秒から1分、3分、5分、10分経ったら、そのユーザーの指示なしでですね、次の地点に移動してしまうとかですね。そういうことを設定することができます。で、これ一つだけじゃなくて、こう、次の地点に行って何をするっていう風に、どんどん増やしていけます。これは同じ方向で、こういう風にして、テミがスタート地点から、お客さん、目の前に現れた人に対して、なんかこう移動しながら何かアクションを繰り返しながらテレビコールして誰かとつなぎながら、っていうことがこう、プログラミングをしたことがない人でもこういうふうに作っていけるというふうになっております。はい。で、簡単ではありますが、このような形でテミの設定っていうものを作っていくことができるのでご紹介させていただきます。続いて SDK なんですけども、SDK とはソフトウェアディベロップメントキットの略でして、システム開発を行う際に他社へ、提供する、こういうふうなシステムをこういうふうにやったら組み込めますよというようなものなんですけども、それがテミメーカーから公開されております。で、この GitHub と呼ばれるところにですね、あるんですけども、英語で基本書かれております。で、日本語、Google Chrome とか、ブラウザの機能を使ってですね、翻訳すれば大体どんなことが書いてるかというのがわかるんですけども、具体的には、こういったいろいろな、ユーザーからの質問とかですね、それに対しての回答っていうのが、載ってたりですね、この Wiki っていうのが一番見てほしいところなんですけども、ここにですね、こういったそれぞれの機能に関して、ナビゲーションであったりとか、ムーブメントとかスピーチとかですね、それぞれに関してこんなことができますよっていうのが、列挙されています。これがあればですね、開発が得意な会社さんとかですね、こういったオリジナルのシステム、アプリケーションを作るということができるので、興味がある方は見ていただきたいですし、システム会社さんはこういったものがあるので、自社の新規アイテムとして使えるということを検討いただければいいのかなと思います。はい。で、続いて、こういったもののテミのシステムを使った他のモデルというものの紹介、このテミプロットフォームというものとテミを簡単に紹介させていただきますけれども、はい、基本的にこのナビゲーションシステム、こうやって場所をこう移動できるっていうのは変わらないですけども、土台モデルとなっております。で、段差とかですね、シャドウにテミ V3 よりも、良い状態になっていまして、工場内での稼働とかは結構期待されているところです。こういうふうに上にいろいろ装飾したりとか、物を運ぶオリジナルの、ロボットとして使っていただけるのではないかなというふうに考えています。続いてテミ Go なんですけども、こういうですね、さっきのテミプラットフォームの土台のもとにもう出来上がっている完成品なんですが、こういう配達ロボット、トレイがついていて、頭にディスプレイがついていて、これある病院でお届けしているような使い方ですけども、で、次の場所をポチッと押すと、また自動で動いている位置へ移動していってくれると。というふうに使えることができます。はい。で、こういったテミを使ってですね、導入していただくっていうのを我々もサポートさせていただきますので、
ちょっとロボットって言ったら、とっかかりにくいところがあるかもしれないんですけども、ご安心くださいということをお伝えしたいところです。企画もお手伝いしますし、導入の方法も一緒に、どういうふうに導入すればスムーズか、省流の関係とかもですね、ご相談させていただきますし、設置、これすごく簡単なんですけども、基本的には電源を入れてインターネットにつながれば使えるというようなものになっております。で、そこからいろいろ活用していきたいということでしたら、我々、そのプログラムの、簡単プログラムのシーケンスの作成もお手伝いしたりしますし、どうやって使うのっていうレクチャーですね。その現場の職員さん、従業員さんにレクチャーさせていただくっていうのも、訪問であったりだとか、オンライン会議で対応させていただきますので、ぜひ頼っていただいて大丈夫かなと思います。はい。で、続いて最後におまけとして、W3 という違うメーカーのものになるんですけど、紹介しておきます。これは結構工場であったりとか、オフィスでの販売実績も我々結構あるんですけども、あと大学の教授とかが好んで使われますね。こういうふうに3次元で地面が点々点ってなってると、こういうふうにクリックすると、その場所に自動で動いてくれるというような仕様になってて、すごく操作感がいいモデルになっています。あとZoom の拡大機能がですね、優れてて、いろいろ設備確認とかでは重宝されるタイプのロボットかなと思います。で、背の高さもですね、こうやって変更することができます。これも遠隔操作で首の長さを高さ150センチする。低くて120センチなんですけども、そうやって上から覗き込めるようにというようなことができるようになっていると。で、人の高さでいうとこれぐらいですね。です。はい。で、ちょっと操作画面のその拡大の様子、最後に見ていただけたらと思うんですが、こういうふうに移動していきますと。で、これ、こんなふうに拡大して見ることができます。かなり拡大できるので、非常に良いかなと思います。で、こういう机の上にあるものもですね、カメラをちょっと下に下げて、伝票とかですね、伝票の文字、数字も、こうやってしっかり見えると。これで顔が映って向こう側の人と会話しながら喋れると。ただ、テミに比べてちょっと声、スピーカーのボリュームが小さいので、ちょっと静かなところじゃないと、こういう、倉庫だったりとか、オフィスであったり使うことがお勧めとなっております。以上で今回のセミナーの最後とさせていただきます。はい。で、こちらこういった私が今回説明させていただいた内容に関してまとめたチラシというチラシ作成しておりますので、こちらのデータ欲しい方もYouTube のですね、概要のリンク欄のところに、Google ドライブですがダウンロードできるリンクを貼っておきますので、そちらの方からダウンロードしていただいて大丈夫です。で、そちらの方にこのテミの他のですね、いろいろな、マニュアルであったりだとか、も入っているフォルダになりますので、ちょっと好きなものを取っていただけたらと思います。で、ユーザーマニュアルですね。このテミ V3 のユーザーマニュアルという、説明書、カタログというものもありますので、見ていただけたらと思います。日本語版がこっちですね。はい。英語版と日本語版があります。はい。はい。ちょっと長い時間でしたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。皆様の、業務、事業にお役立ちさせていただければ幸いだと思いますので、気軽に弊社のお問い合わせフォームであったりだとかですね、info@ipresence.jp、概要欄にメールアドレス、書いておりますので、そちらの方に直接メールを送っていただいても大丈夫です。はい。テレプレゼンスアバトロボットテミの、導入についての相談というふうなタイトルで送っていただけると我々もわかりやすいので、そのように書いていただけたらと思います。はい、では、それでは引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今回失礼いたします。ありがとうございました。